はい、こんにちは。今年もニセコグラベルにやってきました。今ね、2025年の9月中旬なんですけど、今年はね、だいぶ暑いですね。例年北海道の9月涼しいんですけど、今回はね、なんかまだ夏の空気ですね。このニセコグラベル、毎年参加しているグラベルイベントなんですけど、毎年コースレイアウトが大きく変わるんですよね。今年は海の方まで行くみたいです。結構楽しみですね。さて、グラベルイベントってことでバイクはグラベルバイクで行くんですけど、キャノンデールのトップストーンカーボンレフティっていう私のマイバイクで参加します。キャノンデールのグラベルバイクの中でもオフロード性能に振ったアドベンチャー系のバイクなんですけど、特徴はね、この肩持ちのフロントサスペンションレフティですね。でレフティオリバーっていうグラベル専用のモデルがついてます。ストロークは 30mm だけなんですけど、ガレた路面とかでのフロントのグリップとか振動吸収性が全然違います。で、リア側にもこのフレームのしなりを利用して後輪が 30mm ぐらいストロークするキングピンサスペンションっていう機構が内蔵されてます。で、タイヤは昨年と同じパナレーサーのグラベルキング X1 で、太さは 45C にしてます。グラベル系のイベントだと基本的にね、太い方がいいです。太いタイヤを低圧で使う方が、結果的に体への負担も少ないですし、グリップも十分にあって、オフロード走行を楽しめると思います。で、その他コンポーネントはスラムのフォース D2 ですね。今新型が出たんで一つ前の型っていうことになります。で、フロントシングルでリアがね、結構大きめのカセットがついてます。余裕はないけど、だいたいこのギアでいけますね。で、ハンドル周りは EXS のカーボンハンドルと家に転がってたカーボンステムをつけています。あとトップチューブバックマウントついてるんで、ここにね、こういうシリコンポーチの猫ちゃんを自作のマウントを使ってボルトオンしてます。補給食とかね、ちょっとした小物入れとくのに便利です。さて、ニセコの会場には土曜日の昼頃に入りました。会場のブースを見て回ったり、前日の受付をしたりしたんですけど、この後雨が降ってきまして、深夜まで結構本降りの雨が降り続けました。そして翌朝、宿を出るぐらいまでは小雨が降ってたんですけど、移動中に晴れて青空も見えるようになりました。はい、おはようございます。9月14日の朝7時過ぎぐらいです。昨日のね、土曜日の夕方から深夜にかけてなんか雨がかなり強く降って、宿出発するぐらいまで小雨降ってました。でも今はね、ちょっと日が差して、これから気温も上がって路面も状況は改善されていくんじゃないかなと思います。ただコースが短縮されて127キロのヒグマコースがなくなって100キロちょっとぐらいのもう一個下の中級のエゾシカコースでライドが行われるようになったみたいです。でも走れることには変わりないんで楽しんでいきたいと思います。楽しんでいきたいと思います。ほらコースがさ、海の方まで行くから、あの辺でいわゆるあれやん、シャコタンブルーが見れる。見れるのかね。シャコタングレーになってない。濁流がね、濁流が流れ込んでね。あと15分やね。あと15分前の空気じゃない。15分前の空気じゃないよな、これ。招集始まってるぐらいのタイミングだけど。まだアナウンスも何もないし。俺まだバイクハイエースの中やもん。俺もそう。俺もそう。じゃぼちぼち準備するわ。じゃまた後で。後でね。今回のメンバーなんですけど、4回目の出演のサキプさんとあと、3回目のシクロクロスマスターチャンピオンの村田さんと、いつもの3人でお送りします。前回この3人揃った時は、一昨年のスプリングライドかな、大雨やったんですけど、
今回はギリギリ持ち直した感じなんで、ちょっと今小雨降ってるけど、このまま降らんかったらいいですね。そうですね。ちょっとまだ雲が厚いですけど。ちょっと雲が厚いけど予定さんは麓だけ見えてるね。おはようございます。いや、ええ天気っすね。最高じゃないですか。見てください。晴れ渡ってここが止まらないから。止まらないかん行き過ぎた行き過ぎたすいません。あということで、ファーストエイト何キロ10キロぐらいかな。キロぐらい。美味しい。とりあえず雨も上がったし、次のエイドまで15キロ。下り基調やな。全然いけるな。じゃあ休憩もそこそこに出発します。次スタートから13キロでようやく1本目。結構空気が澄んでて雨上がりのグラベル気持ちいいな。路面もね濡れてるけど、そんなびちゃびちゃで水たまりがあるみたいな感じじゃないんで、意外とこういうオフロードって雨降った直後とかはそんなぐちゃぐちゃにならないイメージがある。うわー、気持ちよかった。ありがとうございます。続きまして左でございます。こっから多分川沿い走ってすぐ蘭越かな。結構あんま滑る感じじゃなかったよな。意外となんかパサパサのグラベルよりもなんかしっかりタイヤが食いついてる感じはした。ここ懐かしいな。初めてのスプリングライドのとこの会場や。頑張ってください。ありがとうございます。なんかどうよ。でここまで25キロぐらいかな。25キロぐらいですね。100キロコースなんで、これで4分の1。天候だいぶ回復してきたね。青空がちょっと見えるようになってきましたね。このままコンディションが悪化せずに走れるといいなって感じやね。いただきます。まだ元気そう。笑顔が見える。なんかこう空気が気持ちいいよな。なんかこうコンディション的にはすごいいいな。気温ちょうどいい。湿度もなんかちょうどいい。路面も締まってるし。よいしょ。グレイルハンドルすごい持ちやすいんですよね。ですね。僕の一緒に来てる人が SLX で、はいはいはい。それでも僕の SL なんですよ。それでもやっぱハンドル違いますね。持った感じが。あれ違うんですか、ハンドル。なんていうんですかね。はい、車来てます。気をつけて。はい。
朝の雨が嘘みたいに晴れたけど、今度ね結構日差しが暑い。ちょっと水分補給してかんと多分足つったりしそうや。暑いな。暑い。あれこれで頑張ろう。まだ半分以上なんか前もなって、ここのネジが折れたんじゃないかな、これ。なんかネジみたいなの見えるけど。六角の穴みたいなの見るけど、これ外してみる？意外と普通に登っていくな。ペダルを片方失ってるとは思えない。右のペダルないのに300ワットで登ってる。でもペダル片方ないぐらいのハンデでちょうどいいっすよ。後半すごい10% らしいよ。海が近づいてきたから。でも距離はねもう今53キロ超えてるんで、半分は超えましたね。よし、こいつの時間や。カルパスタイム。なんでペダルないのにダッシングできるんですか？何かの曲芸やん。きつ。ああ、風車がこんなに大きく。あれ、スブリンがおる。あああああ初めて来たわ。先ぬるぬるやった。ほんまや。トマトです。ありがとうございます。あ、これ美味しそう。トマトも。トマトちゃんも。はい。はい。お疲れお疲れ。お疲れ。はい、スタートから57キロでエイドステーション到着しました。途中村田さんの、クランクブラザーズのペダルが外れたりとかいろいろトラブルはあったんですけど、長めのグラベルを、1本2本ぐらいかな、走ってで結構急な坂登った先のこの風力発電のねこの風車のちょうど根元のところで、エイドで、ちょっとお昼休みの長めの休憩ってなってます。でここがねもうほとんど海沿いの場所で、こんな感じにね海が見えてます。で昨日結構雨が降ったんで川の土砂が流れ出して、海岸線近いところちょっと泥でなんか黄土色になってますけど、本来はねシャコタンブルーが一面に広がっているところっぽいですね。お疲れいただきましょう。お疲れうまい。おお。1個でいい？2個じゃなくていい？いやこれ脇の下にもいるやろ。ここ結構重たいかもしれない。重い。いいね。よいしょ。これもしかして次のエイドは何キロや？8キロ。あ、すぐやん。うおー、83番。ということで、さっきのエイドから8キロぐらい、坂下って海岸線走ってきただけなんでほとんど、
辛い思いをしてないんですけど、次のエイドに到着しました。昨日ね、ここのシェルプラザって貝の博物館行ってちょっと楽しんだりしてました。昨日はね、車で来たんですけど、ここ貝の館350円やけど結構楽しめました。暑くなってきたんで、アイス食べて、体冷やしてから出発します。4番。あー、美味しそう。いただきます。わー、美味しい。1キロぐらいで取れたら一番おもろいけどね。あと20キロ。頑張りましょう。頑張りましょう。なんかニセコの倉庫。なんか微妙に近代化してる。かっこいい。近代化明るい。あー、いやー、あと2キロないけど、いや、まあまあエゾシカコース走りごたえあったぞ。これもう大満足やで。ニセコ大橋をくぐってまああと1キロぐらいかな。よいしょ。いや、お疲れ様でした。何回見てもらえる。面白すぎるやん。お疲れ様です。お疲れ様です。はい、お疲れ様です。先ほどこのニセコの、倉庫群のスタート地点にゴールしました。距離が 105.4 キロで、獲得標高が1837メートルで、走行時間が4時間半で、スタートからゴールまでの時間がだいたいね6時間半ぐらいっていう感じでした。正直ね、これでもかなり走りごたえはあったかなと思います。で、グラベルのコンディションについては、走行中の動画でご覧いただいた通り、雨の影響なかったわけではないんですけど、昨日の一日中降り続いた豪雨の割には、そこまでひどくなかったかなっていう感じです。特にね、お昼ぐらいからはかなり日も出てきて暖かくなって、暑いぐらいで、路面コンディションも良くなってきてたと思います。今年はね、海のとこまで行くちょっといつもと違うコースレイアウトだったんですけど、特にね、風車の麓から見る海の光景かなり良かったですね。ぜひね、あれは来年も組み込んでほしいなと思いました。もうニセコグラベルもね、何年もやってて、で私は2022年の春から解禁賞で参加させていただいてるんですけど、参加するたびにどんどん完成度上がっていってると思います。特にね、このコースレイアウトとエイドの配置が洗練されて、過去よりも随分ね、距離の割に走りやすい、ライドイベントになってると思うんで、もしね、この動画見て興味を持っていただいた方いらっしゃいましたら、来年はぜひ参加していただけたらいいなと思います。それじゃあお疲れ様でした。ご視聴ありがとうございました。